おー、やっべえ、やっべえなんだよ、俺全然踏んでないっすよ今。今回、200系ハイエースで、めちゃめちゃ、速くしたいということで、VR38 を、積んでしまおうという計画が上がりまして、今日オーナーの方が来られてます。実は GTR のエンジンがあるっていう食草を見つけちゃいまして、それで聞いた瞬間車で運転して5時間飛びましてそれを見て買っちゃいました、このエンジンを。そもそもこれエンジン乗っかるんですか、ハイエースに。これだけでかいボディであれば3つぐらい乗せられるんじゃないですか。じゃああと2つ買いに行かなきゃいけないじゃあこの200系ハイエースをもうめちゃめちゃ速い車に仕上げたいと思います。もうお任せしました。よろしくお願いします。入ります。無事に。ひとまず200系ハイエースに、VR38 搭載できました。まず、フレームの部分は一切加工せずに、横幅ですね、ここの部分はすんなり乗せることができました。すんなりといっても、指1本ぐらいの隙間が左右にあるかなと、そのぐらいですね。ただターボの、位置関係とかその辺はもう純正と全く同じレイアウトになってます。でただ、ボディのパネルの部分、こういうところですね、外枠だとか、あとは後ろのパネルなんかは、少しカットしました。で上からの部分は、このシートの位置関係とかが、大きく変わらないような感じで高さ合わせはしてあります。上側の高さを合わせると、下が出ちゃうとかそういうことなんですか？はい、もちろんそうですね。VR の場合セミドライサンプでオイルパンもすごいでっかいので、後で下見ていただくと分かるんですけれども、はい、メンバーはかなり、大幅に加工してあります。VR38 ですと純正で電子スロットルを採用してまして、そこは、純正と同じスロットルを使用したいなっていうのが大事にありました。でスロットルをここに、設けてしまうとですね、
スロットルのモーター部なんかがやっぱりシートと干渉してしまうので、少しパイピングを延長して、このスペース収まるところに位置を変更してあります。サージタンクからあまりにも離してしまうと、フィーリング的に、かなり純正と変わってしまう懸念があったんで、極力、サージタンクに近い状態でセットしてあります。VR38 のトリプルのクラッチを OS さんで作っていただいてたんで、それのクラッチを設けてでここの、部分ベルハウジングの前側、これ VR38 の使ってます。でミッション、これがもうハイエースそのまんまのミッションですね。そこの、このベルハウジングを、位置関係加工して溶接して取り付けてあります。今ついてるベラシャフト、これは、これは、ミッション位置がほぼほぼ変わってないので、これ全く原車についてたものを使用しております。コンピューター、エンジンを制御することに関しては、こちらのリンクコンピューターっていうものを使って、VR38、電スロー、それから、可変バレたり等々全部制御ができます。ただこういったスワップ、エンジンスワップで一番大事なのが、やはりその競技車両じゃないので、エアコンがちゃんと使える、メーターがちゃんと動く、そして最後はちゃんとした車検に通る、公認車検ですよね。そういった部分を考えると、例えば燃料のフィードバックである O2 センサーフィードバックがちゃんとしてなきゃいけないだとか、そういったあと診断コネクターで OBD で自己診断ができるだとか、そういったことが重要になってくるので、そこをきちっと機能させることがどちらかというと一番難しいですね。レーシングカーであれば、エンジンが乗っかって、全開で走って、冷感時のアイドリング多少安定しなくても温まってしまえばいいかとか、そういうことになるんですが、やはり、一般の夏でも冬でも普通に朝エンジンをかけて普通に走れるようにするっていうのが一番難しいところですね。いよいよですね、ハイエース、VR38 エンジンを搭載したこのハイエースのですね、セッティングをこれから行っていきます。今時の車は CAN 通信というものを採用されてまして、純正のエンジンコンピューター、それからボディコンピューター、メーターコンピューター、そしてエアコンもコンピューターで通信管理されてます。で、今までの、スワップエンジンスワップチューニングの場合、こういった CAN がなかったので、配線だけでなんとか、エアコンも動かせたりとかメーターも動かせたりしたんですけれども、こちらのハイエースの年式になってくるとこの CAN 通信を使っているので、エンジンは、コンピューターでなんとかかけられたとしてもメーターが動かない、警告灯がついちゃう。で警告灯がついちゃうと、車検も取れない、今なかなか厳しい、ご時世になってます。で我々はその部分をとにかく完全解決させて、車検を取って公認車検を取って公道を、堂々と乗れるような、ハイエースに、仕立てようというのが、第一のコンセプトとしてやってきました。エンジンの振動がですね V 型ならではのこうビリビリくる感じで気持ちいいです。かかってますよ。ワクワクです。今どうなるか。
ブースト何キロでしたっブースト立ち上がりで1キロちょうどですね。でそこから上の方でだいたい 0.7 ぐらいまで下がってます。ハイエースで625馬力っていうのはちょっとやばいっすね。まあ GTR エンジンなんでターボを交換すれば800馬力出ますんで、駆動系が心配です。じゃあ郷さん行ってみましょうか。気をつけて。でもよろしいですやっべえ今ちょっと待って今の6000までしか入れないですけどああこれやばすぎます。これは今のだけフェラーリだなんだか余裕でついていく自信ありますこれマジで。